はいどうも YMCK の横村です。マジカル8ビットプラグ講座ということで、私が作ったソフトシンセプラグインマジカル8ビットプラグについて解説していく動画です。今回は4回目。前回はですね、基本パラメータについて解説してきましたけれども、今回は、アドバンストオプションズですね、特にカスタムエンベロープについて解説していきます。さて、早速なんですけれども、まずアドバンストオプションですね、それはここのチェックをチェックすると出てきます。はい、UI が増えましたよね。はい。で、ですね、今日のメインはこのカスタムエンベロープなんですけれども、その前にですね、ちょっとだけこれに触れておきましょう。カラー。これ選ぶとですね、UI の色が変わります。それだけなんですけどね。はい。ということでね、じゃあカスタムエンベロープの方ね、行ってみましょう。このカスタムエンベロープというのはですね、どういう機能かというと、数値で音量やピッチ、あとですね、パルスのデューティー比、これを変化させられるという機能です。例えばですね、数値で指定するってどういうことかっていうと、こんな感じです。こんな風に数値を打つと、この打った数字の値に従って音量が変化していくと。で、ピッチもですね、同じようにこんな数字に従って変化させることができます。というものなんですね。はい。じゃあそれで何が嬉しいんだってことなんですけれども、それはいろいろあります。ですので、それをこれから解説していきます。じゃあですね、これからその書式を詳しく見ていきます。はい。まずですね、どこから始めるかっていうと、このチェックボックスをチェックする。はい。これによってカスタムエンベロープが有効になります。で、ボリュームのカスタムエンベロープを有効にするとですね、このエンベロープが無効になります。これあれですね、カスタムエンベロープがオンになっているので、このスライダーの値は無効になってますという意味ですね。はい。それでですね、基本の書き方は、数字をカンマ区切りで書いていきます。こんな感じですね。それでですね、このボリュームの場合、15が最大値、最大音量で0が無音ですね。なのでこれは15から音量が15、15、3、1となって最後無音になると、そういうエンベロープになります。ちなみにですね、最後が0でない値で終わった場合、最後の値が維持されますね。はい。というのが基本的な書き方になります。で、これをですね、長いエンベロープを書こうとすると、こんな風に数字をどんどん並べなきゃいけない。でこれ不便ですよね。はい。こういう不便さを解消するためにいくつかの省略記法っていうのが用意されています。まずですね、こういう長い時間をかけて変化する、こういうエンベロープを書きたいときにはこういう書き方があります。はい。ですね、これは音量10から0に60フレームかけて減衰するというそういう書き方です。はい、こういう音になりますね。で、この60フレームって何なんだっていう話になると思うんですが、これはですね、ズバリ60分の1秒が1フレームです。で、なんで60分の1秒なのかっていうと、これはですね、ファミコンの画面のリフレッシュレートから来てます。ファミコンではですね、いろんな制御がこのフレームレートに合わせて行われるんですね。で、音の音量ですね、これもこのタイミングに合わせて制御されるんですね。そのフレームレートっていうのをこのマジカル8ビットプラグでも真似しているというわけです。ということでね、このフレームを使ってこんな感じでエンベロープを書くことができます。ちなみに全体的にスペースは省略可能です。これは同じですね。はい。ですね、あと省略記法として
同じ値を何フレームか維持するという書き方があります。これはシンプルですね。これは5フレーム最大音量をキープする。でその後こうやって0になるなんていうのを書くとこうなります。これはね普通のエンベロープだとなかなか書きづらいんですよね。離した時に0になるのは書けるんですけど、勝手に5フレーム経つと勝手に0になる音色っていうのはこれを使わないと書けないですね。はい。これがですね省略記法ですね。はい。でですね、もっとね使い出があって面白いのがリピートというものがあります。例えばこんな音量変化を書きますが、これを角括弧で囲ってやるとこの角括弧の間の値がリピートされます。こんな感じです。これはさすがにどうやってもねどうあがいてもエンベロープでは書けない、そういう音になりますよね。これ非常に面白いですね。あともう一つ面白いのとしてリリースの記法があります。例えばこのように縦棒を書くんですね。そうするとこの縦棒の後が鍵盤を離した後の音量変化になります。で例えば、こんな風に書くとリリースの部分の音量変化を書くことができると。でここ当然ねこういうちょっとトリッキーなこともできるわけです。リリースした後ちょっと低めの音量から始まって減衰とかねかなり凝った動きが書けたりします。はい、ここまでがですね音量にカスタムエンベロープを適用した場合の音になりますけれども、ピッチに適用するとどうなるかというとこれも容量は同じです。例えば、こんな風に書いていくとですねピッチが上から下がってくる感じになりますね。はい。で、ピッチに関してはマイナスの値も使えます。これ全部マイナスにすると下から上がっていきますね。そして、同じようにですね、リピートも使えます。こんな感じで角括弧で囲むとこんな面白い音色が作れますね。よく使うのはこうやってオクターブですね。オクターブをリピートさせるとこんな音色になりますね。はい。こういう飛び飛びのね繰り返しっていうのはビブラートでは作れない音色なのでね、このカスタムエンベロープの出番ということになります。はい。で面白いのがですねこれオートベンドとかビブラートの値と共存できるんですね。音量の方はですねエンベロープを上書きしちゃうんですけれども、これは共存ができるんですね。例えばこんなことができますとか、あとこっち、オートベンドとの併用ですね。こんなこともできます。これはねかなり使い出があるんじゃないかなと思います。はい、ピッチだとそんな感じですね。ちなみにですね、ピッチに関してはこのリリース後のピッチ変化っていうのは、記述できません。書けるんだけど無視されます。基本的に鍵盤を押さえている間のピッチ変化というのを記述することになります。そしてですねこちらのレゾリューションなんですけれども2種類あります。コースとファインがあって、コースの場合はここの数字は半音です。半音単位なのでマイナス12っていうのは1オクターブ下ですね。それで1が半音ですね。こうやると例えば半音下を10フレーム維持して0、こんな感じになりますね。で一方でこのファインというのはですね8という値が半音に対応します。なのでですねこの値を指定するとさっきと同じになりますね。半音上を10フレーム維持してで0に戻ると、こっちの方がね細かい値を指定できるということになります。というのがピッチに関するカスタムエンベロープになります。さて最後このデューティーですね。デューティーに対してもこのカスタムエンベロープを使うことができます。で、このデューティーをチェックするとこちらね、パルスのデューティー比のところが、
カスタムエンベロープによって上書きされている状態ですというのが表示されます。なのでこっちのねプルダウンの値は無効になります。でこれはですね0、1、2のどれかの値を書いていきます。で、0がですね 12.5% です。そして1が 25% で2が 50% です。でこれのエンベロープを書いていくと、例えば、ちょっとフィルターがかかったようなね面白い音が作れますね。はい。で、これね何と言っても面白いのがこんな感じでリピートをかけるとこんな音が出せるんですね。これをですね使ってこんなフレーズ打ち込むとですねどっかで聞いたような音色になりますね。音量とかピッチだけでね作りにくい音色の変化っていうのもこのデューティーエンベロープで作ることができます。ということでですね、以上アドバンストオプション、特にカスタムエンベロープについて解説してきました。これでねいろいろな音色が作れるかと思います。ということでですね、これまででインストール方法から基本的なパラメータ、そして応用パラメータについて解説してまいりました。よかったらチャンネル登録などお願いします。それではまた。